はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、飲食店の物件を現調するときって何を見たらいいのという質問に答えたいと思います。現調のことはですね、今まで何度かお話ししてきましたが、今日はねちょっとだけ具体的な内容をお話ししようかなと思います。どんなプロジェクトもですね、空間デザインをすることは現地を見ることが空間と触れるスタート地点になります。それは建築でもね、インテリアでも一緒で、オーナーさんの要望を頭に浮かべながら、ここはどんな景色が広がっていくんだろうってイメージしながらね、ワクワクしながらデザインをしたり、その現地を見たりするんですけれども、今日はですね、カフェとかレストランとかの飲食店をイメージしながらお話ししたいと思います。飲食店って物販店とかアパレルなどとは他の店舗デザインとは異なるポイントってあるんですよ。で、それ何かっていうと、厨房があることなんですよね。この厨房があることによって設備設計っていう大きくデザインに影響を与えてくる、ものが出てくるんです。どういったことかっていうとですね、例えばコンロがあればその上にね、煙もくもく油を吸う排気ダクトがいりますよね。で、排気ダクトってめっちゃ大きいんで、客席の上をドーンって通ったり、それが風の音とかゴーってする風の音とか大丈夫かなとか、天井が低ければですね、圧迫感ないかなとか、店舗デザインとして、空間にねちょっと影響力が結構あるんです。で、それ以外にも厨房の位置をね適当に決めちゃうと、排水とかがねそこに届かなかったりして、詰まらないようにね、排水の勾配を結構取ってあげなきゃいけないんですけれども、勾配をね取っていくと、排水が流れるように勾配を取っていくと、厨房の床がどんどん上がっていっちゃうんですよね。これがですね、高級店のもしね寿司屋のカウンターとかだと、お客様と目線を合わせたいのに寿司職人の目線がどんどん上がっていっちゃうんですよね。めっちゃ変ですよね。お腹とか座ったら見える寿司職人の寿司カウンターなんてね。で、他にもね結構あるんですけれども、飲食店の設計には設備がデザインにめっちゃ関わってくるよっていうのが、アパレルや物販店とは大きな違いになってきます。なので物件を見に行った時は、まず確認すべきポイントは建物の設備をチェックするってことが一番大切なんです。ここさえ押さえておけば、後々プランニングする時にね、大きなミスにつながったりしないんです。じゃあ具体的にはどういったところを見たらいいんですかねってとこなんですけど、大きく設備をざっくり言うと、電気、給排水、ガス、給排気、ダクトですよね。あとは空調、消防って言って6個の設備をチェックするって感じなんです。物件のことはですね、不動産屋さんやその不動産屋さんからオーナーさんに渡ってる情報とかね、オーナーさんに聞きながら自分の目で確かめてください。ここはねざっくりしたポイントだけお話ししますので、詳しくはねLINE グループとかでね、チェックしてみてください。電気設備についてですね、まず、分電盤っていう、ブレーカーって呼ばれてるやつですよね。電気の元なんですけど、これがまずチェックですね。
みんなの部屋にもねついてると思うんですよ。多分ね玄関とか洗面所の上とかみんなパチパチとかってこう電気使いすぎたらパチンと落ちるやつですよね。でそれ飲食店にもあるんですけど、そこにこう大きなスイッチと小さなスイッチがあるんです。ない時もあるんですけど、それが、大きなスイッチの方ですね。スイッチっていうかそのブレーカーの方ですよね。それが 30A とか 50A とかって書いてませんかね。これが今現在、そのテナントについている電気の容量なんです。でこれって交換して増やすこともできるし、もう増やせないこともありますので、東京電力とかに聞くんですけれども、とかあと不動産屋さんですよねに聞いとけばいいんですけれども、とりあえず、ここの雰囲気を写メ取ったり数字をメモるなり、この状況を理解しておかないといけないってことです。で実はもう一つ似たようなブレーカーがあって、それは動力って呼ばれてるんですけど、ちなみにさっき言ったのは電灯、皆さんがついて電灯と呼ばれていて、こう照明とか、コンセントとかの、電気に使われるんですけれども、動力っていうのは業務用のエアコンとか食洗機とか大きな電力を使う機器なんですよね。それ契約するとね電力いっぱい使っても電気代あんまかかんないんですけど、だからこう、皆さんのね家にはちょっとないと思うんですけど、そこにもね 30A とか 50A とかなんかこう文字が書いてあると思うんですけど、それをメモっておいたり写真を撮っといてください。で、そもそも分電盤どの辺りにあるんだろうっていうのは、平面図にはね落とし込めるようにしておかないといけないと思います。そこから引き込まれていると思いますので。で次に給排水設備なんですけれども、給排水と給排管ですね。給排ごめんなさい間違えました。給水管と排水管っていうのがどこにあるんだってことをメモっています。でその中でその太さってどのぐらい何ミリあるのかっていうのは少なくとも測っておきましょうね。そもそもね給水管とね排水管のね違いがわからない時は、とりあえず床とか天井からグレーとか黒の管が出てたらシャベ取っておきましょう。だいたい太いのが排水で細いのは給水だと思います。合わせてガスもチェックしておきましょう。給湯器をね設置する位置をしっかり確認しておきます。ガス管も、給水管もそこには持ってこないといけないからですね。でガスメーターをねちゃんと、写メを取って、ガスメーターってこのガスメーター自体の大きさが容量になったりするんで、6号とか10号とか数字が書いてあると思うんで、5とは書いてないんですけど6、10っていうのがねノックに書いてあると思いますので、まずそれをメモっておきましょうと。それが今現状のガス容量ですと。で実はねそこに接続されている管の太さっていうのもね結構重要だったりするんで、それも一応メモっておいてください。で結論は東京であれば東京ガスさんにねこう連絡して聞けば教えてくれます。給排気ダクトですよね。そのについてなんですけれども、まずファンの置き場所をどこに置いたらいいのか、天井につらないといけないのかとかね、その辺をね不動産屋さんに確認してください。屋上だったらここ置いていいですかとかそういったことを聞かなきゃいけませんのでね、そこまでのダクトをねそもそもどうやって通したらいいんだろうね、外壁に穴開けていいんですかねとかっていうのをビルオーナーさん側に確認しないといけませんよね。外壁から外へ出す開口部がどこになるのかを探さなければ、そもそも廃棄ができない、飲食店ができない物件かもしれませんよね。で次に、空調設備ですね。エアコンのことですね。エアコンはこれも室外機どこに置いたらいいんですかっていうのと、その確認を取っておいた方がいいです。最後に消防設備ですが、これは不動産屋さんにビル側の管理をしている消防設備の業者さんいますかって聞いてみてください。いなければ、自分たちで手配するしかありません。その上で、感知器とか消火栓設備みたいなものがどこにあるのかはちゃんと把握して写真を撮って、平面図に落とし込めるようにしておいてください。で、ここまで設備なんですけれども、それ以外にもちょっとあって、排煙窓とか排煙設備みたいなものがどこにあるのか、
スイッチはそれはどこにあるのかっていうのを見といた方がいいです。以上がね設備に関する幻聴するポイントでした。実は幻聴にはねデザイン的に見るポイントや商売的に見るポイント、さらにはね構造的に見るポイント、他にもねいろんな情報がね現場にはあるんで、この辺はまたね別の機会にお話ししたいと思います。今日は飲食店の物件の幻聴をする時って何を見たらいいのっていう質問の答えは、結論としては設備だけ見ていればプランニングはなんとかなるよというお話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり実際のやり方を知りたい方は一度覗いてみてください。ちょっと質問があったんですけど、ここのリンクが貼ってあるのは LINE グループってわけじゃなくて LINE のオープンチャットになりますので、そこをきっかけに、もし本当に興味がある方がいらっしゃいましたら、今は無料で入れますので、お問い合わせください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。